皆さんこんにちは。今日は近所の公園で話します。藤の花です。とても綺麗ですね。紫色の花です。この前のビデオでこの前のビデオで桜が咲くのが遅いと言いましたが、今日本はとても暖かくなりました。とても暖かくなったので、次は5月の花がもう咲いてしまいました。藤の花は、普通5月ぐらいに綺麗なんですけど、今4月24、5、25日ですね。もうこんなに満開で綺麗です。蜂が飛んでてちょっと怖いですが、はいはい。蜂がめっちゃ飛んでるのは見えるかな。はい、めっちゃ飛んでます。ちょっと怖いですね、これ。すごい。多分大丈夫だと思うんですけど花はこんなたくさんあるけど、ここだけ、幹はこれだけね、これで上に伸びて横に広がって、はい、花が咲いています。面白いですね。こういう形の藤のディスプレイを藤棚と言います。今藤棚がとても見頃です。関西、大阪とか京都のエリアにはそんなに有名な藤棚がないと思うんですけど、関東、栃木県とか本当に有名な藤棚公園があって、私はまだ行ったことがないので、いつか行ってみたいところの一つです。さあ、ここで話そうと思ったんですが、ここベンチがないんですよね。昔はあったと思うんですけど、ほら、なんかあったっぽいよね。今ちょっと座る場所がないので、どこかいい場所を探して話をしたいと思います。まあ幸運なことに今誰も公園にいませんので話せるかなと思います。さあ、ちょっと蜂が怖いんですけど、あと後ろに保育園があるので多分大丈夫だと思うけど、子どもたちの声が少し聞こえるかもしれません。はい、蜂が怖いんですけど、ここで少し話します。今日話したいのは、これいつも別にスクリプト原稿を用意しないで話してるんですけど、今日話したいのは日本語の勉強のこと、日本語についてです。日本語について話します。私は日本語の先生になったのは、蜂が怖いいちょっと待って、本当に蜂怖いわ。私が日本語の先生になったのは3年前かな。2020年の2020年の8月ぐらいから日本語学校で仕事を始めたので、はい、3年、もうすぐ4年、はい、もうすぐ日本語教師の仕事を始めて4年になります。で、日本語の先生のなり方はいくつかあるんですけど、私は自分で勉強して資格を取ったので、知識とかもちろん勉強したんですけど、教え方を習ったことがなかったんですね。で、教え方を誰にも教えてもらわないで日本語の先生になったので、正直日本語の先生になる前に、資格を取る前に日本語学校もちろん行ったことないし、日本語の先生にも会ったことないし、
どんな風に日本語を勉強するのか全然知らなかったんです。どんな風に日本語を教えるのか全然知らなかったんです。それで日本語の先生になって仕事を始めてから初めて日本語の教科書テキストを見ました。その時に最初に思ったのは日本の人ってこんな日本語話さないでしょうと思ったんですよね。それで特にそれは本当にビギナー初級のテキストだったので皆さん多分分かりますよね。これは何ですか？これはペンです。それは何ですか？それは鉛筆ですとか、何でしょう、そういう本当にシンプル本当に初級の日本語で、私すごいそれがカルチャーショックでした。一番最初にショックだったことは、日本語で理由を言う時の言い方です。なんでしょう、最初多分テキストで日本語を勉強したことがある人はわかると思うんですけど、初級の時に勉強するのは、今日早く帰ります、妻の誕生日ですからとか、お金がありませんからカメラを買いませんとか、なんでしょう、嫌いですから食べませんとかそういう言い方なんですね。で、からは、英語の because なんだけど、それよりも so に近いかもしれませんが、お金がありませんから理由、カメラを買いません。どうしてカメラを買いませんか？お金がありませんから。それでそういう話し方をする日本の人っていないと思ってて間違った日本語じゃないです。もちろん正しい日本語なんですが、本当にそういう話し方をする人がいるかと聞かれるとあんまりいないと思います。日本語ネイティブで。それで私は最初すごいびっくりして、何この変な日本語、こんな変な日本語教えるのと思ったんですけど、今私がもう4年くらい自分で日本語を教えて、それが変じゃないなと最近思ってきました最近変じゃないなと思ってきて、それがいいのか悪いのか正直分かんないけど、なんかちょっと日本語教師っぽくなってきました、私も。それで最初はお金がありませんからカメラを買いませんってすごい変な蜂がいる変な日本語だなと思ったんですが、一番簡単な言い方なんですね。だってセンテンスを変えなくていいんですよ。お金がありませんから、ね、今日は妻の誕生日ですから、私はなんでしょう、私は魚が嫌いですから寿司を食べません。最後にからをつけるだけで because になるから、理由になるから、初級の人には一番簡単な言い方ですよね。で、最初は私はそれが分からなくて、なんでこんな変な言い方するのと思ったんですけど、今はよく分かります。はい、今はその順番で教える意味がよく分かります。なぜなら because ですがなぜなら日本人がよくする言い方は多分、お金がないのでカメラを買いませんとか、今日は妻の誕生日なので早く帰りますとか、もしくはお金がないからカメラ買いません、今日は妻の誕生日だから早く帰りますになると思います。でもそれは少し
文の形を変えなきゃいけない、変えなければならないので、初級の人には難しいです。だからお金がありませんからカメラを買いません。妻の誕生日ですから早く帰りますを教えます。最初に教えます。なので今は私もよくわかります。どうしてこの順番で勉強するのかよくわかるんですけど、最初日本語教師になった時はネイティブの日本人としてはすごく変な日本語だなと思いました。多分そこに勉強する人と普通の日本人と日本語の先生とのギャップがあって、勉強する人はみんなアニメみたいな日本語を話したいし、日本人もアニメみたいじゃないですよ。アニメみたいな日本語は多分あんまり話さないけど、ネイティブの言い方があって、でも日本人の先生、日本語の先生はテキストの日本語を教えたいし、だってそれはテキストの日本語は正しいし簡単だし分かりやすいです。だからその順番で教えたいんです。そこに多分ギャップがあって、日本語の勉強って面白くないなって思ってしまうと思うんです。なので私が皆さんに言いたいのは、アニメで勉強するのもいいし、先生と勉強しなくてもいいし、テキストを使ったり学校に行ったりしなくてもいいんだけど、やっぱり最後上のレベルに来た時に必要なのは基礎です。基礎って日本語難しいよね。ファンダメンタル、ファンデーション、基礎なので、そこは抑えた方がいいと思います。皆さん、鬼滅の刃見たことありますか？英語のタイトルはデイモンスレイヤーかな。鬼滅の刃の中で藤の花は鬼が来ないようにする花。鬼が藤の花が嫌いなんです。藤の花があると鬼は入れないんです、その場所に。なので藤は鬼が来ないように、鬼を寄せつけない花として描かれていました。なのでここも藤の花がこんなに綺麗に咲いていますから鬼が来ないと思います。私の鬼滅の中で一番好きなキャラはもちろん宇髄天元です。宇髄さんが大好きです。綺麗です。そう今ね、だから日本語学校に行ったり先生とテキストで勉強したりして日本語を勉強してる初級の人たちに言いたいのは、今多分これ簡単すぎるとか面白くないとか、私が話したいのはこんな日本語じゃないとか、私がアニメで聞くのはこんな日本語じゃないとか思ってるかもしれませんが、大丈夫です。皆さんが勉強を続けていれば本当にこんな感じ、この私が話すレベルそんなに難しくないと思います。そんな難しくないと思うんですけど、でも多分ナチュラルだと思います。このレベル、簡単な文法と簡単な言葉と簡単な言い方でこれぐらい日本人が普通に話す日本語みたいに絶対なるから、勉強を続けていけば。だからでもそのためには最初がすごく大切です。
最初がわからない、最初をスキップして私これ話したいからここだけやるって言っても絶対上手にならないと思うから、今は少し面白くなくて面倒くさいかもしれませんが、もうちょっとだけ頑張って続けてみてください。そしたらもっと毎日日本人が話すような日本語とかアニメで聞くような日本語も文法文型としてどんどん出てきます。どんどん出てきますから、もう少しだけ日本語の勉強を続けてみてください。それは絶対無駄にはなりません。頑張ってください。さあ、たくさん話してしまったので今日はこれくらいで終わりましょう。はい、蝶々が飛んでいます。さあ、ところで髪を切りました。イエーイ。別に理由はありませんさあ、では皆さんまたそのうちビデオを撮ります。楽しみにしていてください。日本語の勉強頑張ってください。バイバーイ。